久々に YouTube に戻ってきましたレーシングライダーの渡辺和樹です。今回はね、はるばる九州 HSR 九州に、やってきました。今回はこの週末に、2024鉄馬フェスティバル with ベータチタニウムが行われるということで、今回今目の前にあるこの車両で、レースに実は出場するんですが、乗る車両一体どんな車両なのかっていうのを皆さんに知ってもらうべく、制作者開発ライダーの、森脇翔吾さんに来ていただきました。よろしくお願いします。この車両どんな車両でしょう？どんな車両？見た目になんか本当すごいいろんなとこ改造してあって、ノーマルの場所を見つけるのが難しいぐらいだと思うんですけど、なんかどんな場所が特に力入れて作ってるとかがもしあればちょっと教えてほしいなと思うんですけど。そうですね、いろいろやってはいるんですけど、メインで、行ってるのは、マフラーと、足回りですね。そこをすごく強化してるので、はい、サーキット HSR の鉄馬をメインに考えてるんですけど、サーキットで走るための、Z900RS の、カスタムっていう形で、サーキット走行に合わせたカスタムパーツを作ってます。なるほどなるほど。サーキット、僕もノーマルな車両で、以前イベントでも一緒に走らせてもらいましたけど、正直結構ノーマルのまんまだとサーキット走るの大変だなっていうイメージなんですけど、そうですね。僕も乗ってね感動したんですけど、なんか鈴鹿で2分17秒とかで走ってるっていう話もねちょっと聞きましたけど、かなりの化け物バイクだな、改造バイクだなと思いながら、多分鈴鹿スポーツ走行で走ったんですけど、多分こんな車両がスーパースポーツと一緒に走ってるんで、周りの人たちなんだろうあれ、何の車両なのってピットに結構そうですよね、興味持って見に来てもらったりとか。2分17秒っていうと鈴鹿の選手権とかで600とかと多分同じぐらいのタイムだと思うんですけど、まさかこのシルエットで Z900 があのスピードで走るはずがないと思ってる方も多いと思うんですけど、もちろんエンジンにも手を入れてますし。なるほど。エンジンの中もかなりやってあるんです。改めてちょっとこの車両乗った後にまたインプレッションをお送りできればなと。次は開発を、まさにパーツとかをね開発をして、いる小畑さんに来ていただきます。テストライダーの目線で、先ほど翔吾さん話をしてもらったんですけど、今回物を作ってる人として小畑さんにちょっと話をしてもらおうかなと思って来ていただいたんですけど、この車両でなんかどっか苦労した場所みたいなありますか？一番苦労したのはやっぱりバンク角をいかに稼ぐかっていうところが、そうですよね。結構やっぱり市販車ベースなので一番僕も以前試乗してもらった時に特に左コーナーでそうですね、スタンドのベースがね地面に擦っちゃうっていうのが結構課題になってて、今日来てる Z900RS のメンバーはみんな軒並み同じパーツがそうですね、大体皆さんもうスタンドベースはカットしないとそもそも走れない。そうですよね、そうですよね。で、スタンドのベースをカットすると、次はエンジンカバーが当たってくるっていう状況。そうです。もう削った後もこれありますよね。そうですね。でこれはちょっとタキシュのエンジンのカバーをつけて、でそこのバンク角を稼いでっていう状況で。なるほどなるほど。でそうすると次はマフラーが吸ったりアンダーが吸ったり。そっか、マフラーもそうなんです。ただ作っただけだと、今までのバンカーが足りないってなって吸っちゃうこともあったんです。そうですね。でマフラーもなるべく市販車、パッと見ライトだったりつけてるのもある程度市販車っぽい雰囲気を残したまんま、そのレーサーチックに仕上げていくっていうのがある程度大きなコンセプトとしてあって、なるほどなるほど。そのマフラーも前回りは基本的にうちの商品ベースの大きさだったりレイアウトに近しいところをスタートにしてるので、なるほどなるほど。余計4in1 になってるんで、その集合部分が大きくて、そういう部分でもバック角っていう意味ではすごく苦労させられました。なるほどなるほど。他になんか大きく変えたなみたいな場所で、見た目だとやっぱり見た目でも大きく変わってるスイングアームと、リンク周りは割とその走行のタイムを上げていくっていう部分にもすごく大きくしていて、
やっぱりそこら辺をいろいろ考えながらなるほどなるほど開発を進めていった感じになります。エンジンの中にもなんか、結構回転数もね、レブノーマルのいわゆるレッドゾーンをずっと使いながら走るようなはい、感覚になってますけど、これ1万1500まで500まではい、回ってるエンジンです、はい、やっぱエンジンの中も結構いじってあるんですか？そうですね、はい、1000cc になっていて、川崎さんの他機種の部品だったりをいろいろ利用して、はい、スペシャルを作ってもいいんですけど、そうするとお客さんに提供したりとかっていうのも難しくなってくるので、なるべくスタンダード部品を使いながらその中でも出力を上げていけるような感じでエンジンの方は開発を進めて、これパーツ的にはやっぱ基本的に全部買えるもので、もう全然買えます。はい、なるほど。じゃあもしこの動画を見て、もしこの車両欲しいってなったら森脇の方に電話すれば作れると、作れますいうことですね。はい、ぜひ皆さん注文お待ちしてますってめっちゃひいきめのコメントですけどということで今回小畑さんにお話を伺いましたが、ちょっとこの後いよいよ試乗すでにこれ乗ってはいるんですけど、オンボードカメラの映像を皆さんに、お楽しみいただければなと思います。どうぞ。さあということでHSR 九州にやってまいりました。先ほど紹介した Z900RS 森脇会に、いよいよ鳴らしてもらってます。実はもうちょっとテストで走っちゃってるんですけど、改めてこのカメラをつけて重っ、もうすでにリアが重い感じがかなり出てますが、今週末ね行われる、鉄馬2024鉄馬ベータチごめんなさい、名前がちゃんと言えない2024鉄馬、ベータチタニウムフェスティバル、違うな、2024の鉄馬フェスティバル鉄馬フェスティバル、ウィズベータチタニウムということで、開催されます。この週末ですね、本当。今日が木曜日なんですけど、木曜日に、明日が空いて、土日と開催されるという形ですね。で、実はちょっと、もうすでにだいぶ走り込んではいるんですが、この先としては走るのが初めてですね。オンボードカメラっていう情報源もあんまり多くなくて、結構一周目あれ本当にこれどういうカーブだっけって思いながら走ってたんですけど、ようやく慣れたということで改めてカメラを乾燥しまして走っております。さあじゃあちょっと次の週ちゃんと走ってみようかな。2足で立ち上がって3、4で 100m 看板までで、ちょっとキンクになって2足に落として左と、そしてちょっと加速して、ここが一番小さいかな、同じぐらいかな、2足でキープして3、4で結構アップダウンがあってですね、ここはかなり高速コーナー、4速でもレブが当たるようなところまで加速して、3速を落としまして立ち上がり、これがバックストレートですね。
立ち上がり登ってて、その後またフラットに戻る形ですが、3、そしてちょっとスロットル入れて2と、また2でショートシフト、ここはスロットルキープしながら切り返しが続くところですね。いやでもね、Z900RS と聞くと、前にノーマルの車両乗ったことあるんですけど、結構サーキット走るのは大変で、それを森脇がもう本当に魔改造ですよね、してどんな仕上がりになっているんだろうという感じですけど、いや本当びっくりするぐらい速いです装着してるタイヤはピレリの V4 ですが、なんか本当その性能をちゃんと使い切れるような仕上がりをしてます。多分映像にも登場してくれてるんですが、森脇の社長、森脇翔社長が自らライディングしてこの車両を仕上げてるっていうことで、今日もいろんなテストさせてもらってたんですけど、めちゃくちゃストイック、本当 JSB でやってることもZ900RS でやってますみたいなクオリティでこの車両仕上げてますね。それだけあって非常に本当ね、真面目に乗りたくなります、これは。いや本当、スイングアームも変わってますっていうところ、フロントフォークもナイトロのインナーカットリッチかな、これは。いやでもね、パッと乗った感じで、やっぱ車両の軽さっていうところ、結構重量的にも軽量化進んでると思うんですけど、かなり感じて、でそういう車両って割とコーナーが3で入っちゃった、ちょっと走りにくいっていうか、軽さがちょっと怖さになっちゃったりする場合もあるんですけど、それが全くなくて本当攻めやすい仕上がりになってますね。本当ね、こんな曲がるバイクじゃないって言うと怒られるけど、本当ちゃんと曲がるんですよね。ちょっとやっぱカメラがつく分かなり重量を感じちゃいますね。さすがについてない状況と比べるとしょうがないかなって感じですけど、今の切り返しなんかもね、あんまりカメラがついてない状況だとなかったんですけど、ブレーキもすごいよく効くし、この車両に関してはなんだろう、同じようにさっきと改造してさっきと走ってる車両が少ないんで、比較する対象がねすごい難しいんですけど、でもネイキッド、いわゆるネイキッドの車両で、僕はテイストとかねまた別の車両で出てますけど、あそこ、やっぱりノーマルな車両をベースとしてるっていうところもあって、多少乗りやすさみたいなのがより色濃く残ってるかなっていうのはあるんですけど、データロゴをつけて本当作り込むだけあって、
いや本当森脇さんいい車両作りますよね。本当これはねみんなに乗ってほしい。ちょっと真面目に一周してみようかな。今で6秒 6？ まあ一応今日ベスト先ほど走ってて5秒台にはね普通に入ってるんですけど、どこまでいけるかな。お、5の3まで行きました。まあいや本当ね、確か今この車両どんなのレコードっていうのが、森脇翔吾さんが乗ってる自ら乗ってね、4秒2だったかな。ここからさらにあと1秒早いっていうとんでもないペースで走ってるんですけど、いやーでもまあ皆さん、Z900RS 乗ってる方非常に多いと思うんですけど、ちゃんとこうやる気になればここまでのポテンシャルが出るっていうね、まあ、もちろんいろんな苦労してる部分、手間がかかってる部分あってこそですけど、まあやっぱりそこはね、森脇が本気で作ると、まあレース用の車両だとこうなんていうの、その辺で見にくいと思うんですけど、やっぱこういう外から見える車両だからこそそういうのが分かるかなと思います。ということでこの後改めてインプレッションをね、車両を降りてしてみたいかなと思います。すごい完成度が高いんですね。まあ本当繰り返すようなんですけど、まあ、このサーキット専用じゃない Z900RS っていうものをこのサーキットで本当に性能を発揮するところまで、持ってきた森脇エンジニアリングの技術力っていうのを本当に文字通り体感しながら今走ってる感覚があります。で、まあどんなマシンかってね、ベースの車両乗ってる方は非常に多いと思うんですよ。Z900RS っていう車両。多分そこからは本当に想像もつかないような、まあ、そういう言い方するとね遠い存在のように感じちゃうかもしれないですけど、ただこの車両自体は、最初に開発になってた森脇翔吾さん、そして、設計とかね技術部分カバーしている小畑さんが言ってた通り、基本的に購入できるパーツだけでこの車両は構成されてるっていうことで、まあ、そういう意味で皆さんにも手に入れられる車両っていう意味では一番こうトップクラスの車両なんじゃないかなと思います。ただそれがねとっつきやすさっていうものを失ってない非常に乗りやすいバイクなので、
まあ、今週初めて走るサーキット、そしてマシンでもしっかり攻められる車両だなというのを感じているところです。まあ、サーキットのこの車両でのベストみたいなところも近いところまでね出てるので、そういう意味ですごいいい車両だと思います。ぜひ興味ある方は森脇エンジニアリングに連絡をしてもらえれば、多分この車両まんま手に入ると思うので、ぜひ見てみてください。そして、まあ、今回ねこの鉄馬2024鉄馬フェスティバル、with ベータチタニウムというレースに出るにあたって、兵道プロダクツレザースーツの今ねここにも置いてますけど、この森脇仕様でしっかりねロゴも入って、レザースーツを製作してもらったんですが、実はこの兵道っていうブランドの中で、まあ、兵道っていうメーカーですね、メーカーの中で、このランブリングっていう、まあ、メーカーブランド、メーカーの中にあるブランドとして、まあ、すでにねアパレル T シャツとか、いろんなこうアパレルでもうすでに知ってる方も多いと思うんですけど、このレザースーツでは今回初めてこの新しいコンセプトとして今回制作するというところで、まあ、自分がそのレザースーツを声にも着させてもらってるんですけど、このデザイン面の考え方、コンセプト、ランブリングっていうもの自体が割とこう当てなく歩くというかね、Without a Destination という、まあ、ここにもね、まあ、目的地を決めないっていうコンセプトで、このブランド自体が存在してるんですけど、まあ、本当に、まあ、今の自分にちょうどいいなっていうとちょっと語弊がありますけど、まあ、スピードをね追いかけるサーキットのレースではあるんですけど、やっぱりこういう鉄馬にも代表すると言えると思うんですけど、スピードだけじゃなくて、まあ、純粋にねスピードだけを追いかければ多分スーパースポーツを乗るのが一番手っ取り早い。まあでもそれをこのスタイルの車両でいろいろ工夫しながら走るっていうのも楽しみのね一つなので、まあ、そういうところを表現するには非常にいい、ちょうどピタッとはまるようなブランドだなって思いながら来てるんですけど、まあ、今後ねこのブランドとしていろんな派生してデザインも含めていろんなこうアパレルもそうですけど出てくると思うので、ぜひ兵道プロダクツの、ホームページもねリンクもあるので、見ていただければなと思います。まあ、走ってる写真とかも多分上げられると思うので SNS も含めてぜひ皆さんまた注目していただければなと思います。ということで、まあ、今回はこの車両にフォーカスして森脇エンジニアリングが制作したコンプリートマシンということで、まあ、自分が本当にレースを戦ってその中で、感じること、見てきたことをちょっとなるべく伝えられればなということで企画を作ってみました。まあ、あと今後もねこの YouTube 久々に復活してまた途切れないように今後も続けていきたいと思ってるので、ぜひまた見ていただければなと、まあ、よく YouTuber の言ってるお気に入りと、チャンネル登録ぜひしていただければなと思います。ということで皆さんありがとうございました。また次回お待ちしております。